え、みさき、ちょっとって英語で言うと何？普通はありとるかな。だよね。じゃあさ、明日飲みに行かないって誘われて、明日はちょっとって言ったら？それはほぼノーだね。え、ありとるなのにノー？そうなの。日本語のちょっとは小さい言葉なのに結構大きな意味を持つことがある。それ外国の人絶対難しいよね。難しいと思う。だって最後まで言ってないのに意味は伝わるから。今日はそれ話したい。ちょっとの後ろに何が書かれてるのか。いいね。今日は日本語の柔らかい断り方、ちょっとについて話しましょう。ということで始まりました。今夜もレイトナイトジャパニーズチャットの時間です。私たちみさきと。のぞみがお届けします。じゃあまず例を出そう。明日映画行かない？明日はちょっと、はい、これは？かなり高い確率でいけないだね。でも行けないって言ってないよね。言ってない。最後に言うと、明日はちょっと難しいとか、明日はちょっと予定があってになる。でも日本語では途中で止めてもわかるんだ。そう。むしろ途中で止めるから柔らかく聞こえることもある。へえ、言わないことで柔らかくなるんだ。そうなの。無理です。いけませんって言うと少し強く聞こえるでしょ？ちょっと冷たく聞こえるかも。だからちょっとで止める。相手に残りの意味を察してもらう。出た、察する。日本語の会話でめちゃくちゃ大事なやつ。でもさ、なんで最後まで言わないの？一つは相手を傷つけたくないから。誘ってくれた人に行きませんっていうのはちょっときついもんね。そう。誘ってくれた気持ちは嬉しい。でもいけない。だからその間を柔らかくする。あなたの誘いが嫌なわけじゃないよ。でも今回は難しいよってこと？そうそう。それを全部言わずに、ちょっとに込める。すごいな。ちょっと働きすぎじゃない？働き者だよね。でも言われた側はどうすればいいの？基本的にはそこで強く押さない方がいい。ちょっと何？いけるの？いけないの？って聞かない。聞きたいけどね。でも、そっか、また今度ね、くらいが自然。なるほど。ちょっとを聞いたらそこに脳がいるかもしれないって思うんだね。ちょっとはクッションみたいな言葉なんだよね。クッション？いきなり強い言葉を言うとドンって当たるでしょ？無理ですとか？そう、それをちょっとで少し柔らかくする。無理ですよりちょっと難しいです。そうそう、嫌ですよりちょっと苦手で。できませんよりちょっと今は難しいかもしれません。うまい。日本語ではこういうクッションの言葉がよく使われる。クッションってぶつかった時の痛みを小さくするものだよね。そう、会話でも同じ。相手が受け取る痛みを少し小さくする。なるほど。だからちょっとは優しい言葉なんだ。でも優しいだけじゃなくて分かりにくい言葉でもある。確かに外国の人がちょっとありるるだけで覚えたら混乱しそう。そうだね。例えば友達に今日時間あるって聞いて今日はちょっとって言われたとする。直訳すると Today is a little って終わるね。そう、英語だと途中で止まりすぎてる。ありとるふわっとってなる。でも日本語ではその空白に意味がある。空白に意味。言わないけど分かってねという空白。日本語静かに難しいね。いい表現。静かに難しい。でも分かると面白い。言葉の終わりじゃなくて終わらないところを聞くんだね。そう、そこに日本語の会話らしさがあると思う。じゃあ実際に使えるちょっとフレーズを教えて。いいよ。まず今日はちょっと。今日はちょっと。これは今日は無理かも。そう、次にそれはちょっと難しいです。それは少し難しいです。だけど意味はできませんに近いこともある。次は今はちょっと余裕がなくて。今はちょっと余裕がなくて。これは今は時間や気持ちにスペースがないってこと？そうそう、柔らかく断る時にも使える。あと、また今度もよく聞くよね。聞くね。今日はちょっとまた今度ねって言うとかなり自然。でも本当に行きたい時もあるよね。ある。だからまた誘ってねを足すといい。今日はちょっと、でもまた誘ってね。そう、それなら今日はノー、でもあなたとはまた会いたいが伝わる。今日の話を聞くと、ちょっとってすごいね。ね、小さい言葉だけどすごく大きな仕事をしてる。ありとるだけじゃない。柔らかい脳にもなる。そう、相手を傷つけないための脳、空気を重くしないための脳。でも分かりにくい脳でもある。だから日本語を勉強している人はちょっとを聞いたらその後ろの空白も聞いてみてほしい。空白を聞く。今日のキーワードだね。そうだね。皆さんの国では柔らかく断るときどんな言葉を使いますか？
ちょっとみたいな言葉ありますか？ぜひコメントで教えてください。今夜も聞いてくれてありがとうございました。この番組があなたの日本語の居場所の一つになれたら嬉しいです。よかったらチャンネル登録してまた帰ってきてね。また次回レイトナイトジャパニーズキャットでお会いしましょう。おやすみなさい。おやすみなさい。